こんにちは、パラリアスです。今回は室内管理におけるハオルチアの水やりや時間帯に関して僕はどのようにしているかをお伝えします。特に根腐れが心配で水やりが不安な方、僕は結構な量の水を与えてますので、この動画を見て今のご自身のやり方に少しでも安心感を持っていただけたらと思います。一般的にハオルチアの水やりは以下のように言われています。春と秋は成長期なので土の表面が乾いたらたっぷりと、夏と冬は休眠期なので控えめに。室内園芸においてはあくまで目安かなと私は思っています。個人的にはやはり土の状態を見て適宜水やりをするのがベストだと考えています。梅雨時期などは特に水やりを控えると言われていますが、僕は土の状態を見て3日に1回くらいのペースでそこから流れ出る水やりを続けていました。結果としては誰一人落ちることなくほとんど休眠もしませんでした。やっべ、尺余った。何しゃそんな私の水やり方法をお見せいたします。まずは小株たちへの水やりです。普段は1人ずつ流し場に持って行って水をやっていますが、今回は撮影のため下に水受けを置いて行います。こちら、園芸店で購入した普通のじょうろです。ノズルが細長いタイプは狙った場所に水やりができて便利ですね。ごめん、全然狙った場所関係ないんですけどサーキュレーター24時間回しっぱなしですぐ乾くので、保湿も兼ねて株にもかけていますが、あまり株にはかけない方がいいと思います。こんな感じでそこから流れ出るくらいたっぷりやります。また今度詳しくお伝えしたいと思いますが、根腐れ防止のためです。根腐れ防止とはいえこれだけ水浸しにすると逆効果なんじゃと思うかもしれませんが、こうする理由もちゃんとあります。長くなるので今日は割愛します。僕は置き場所のこともあるので結構しっかり水を切ります。もう1株いっときます。もう1株いきますね。ちなみに今あげている水はもう普通の水道水です。液肥とか活力剤も私は結構使う方だと思います。で、もう一度同じようにそこから流れ出るくらいたっぷりと水を与えていきます。ちなみにこの子は、前回の土の湿り具合を知る方法をお伝えした際に根腐れか水不足かのクイズに出てもらった子ですね。はい、でしっかり水を切ります。あまり葉に水をかけない方がいい理由なんですけど、葉と葉の隙間に水が溜まったままになるとそこから腐りが生じる可能性があるためです。はい、しっかり振って水を切っときます。これしっかり切らないと奥が置き場所なんですけど、もう水浸しになっちゃうんでね。といった感じで小株や根張りがまだ弱い子たちはこうして1株ずつ手に持ってじょうろで水やりをしています。続いて親株たちです。今から水やりを行いますが、これ結構ショッキングな映像かもしれません。これは本当に環境によっては葉腐れとか根腐れにつながるかもしれません。はい、ノズルが出てきましたね。そうです。電動噴霧器を使っています。噴霧器の先を外してそのまま水がちょろちょろと出るように使ってまして、ノズルが長いので奥の株にも届くので水やりがとっても楽になります。こんな感じですね。で、こんな感じで全体的に株にもしっかり水をかけ流します。これ空中湿度を高めるのと、先ほどもお伝えしたように根腐れの予防も兼ねています。この棚は仮面がメッシュパネルになっていて、その下に水受けトレイを設置しています。そして鉢底から流れ出た水はそのメッシュパネルを通って下の水受けトレイに落ちる仕組みとなっております。で、この噴霧器に使っているボトルですが、ラコレで買ったメモリ付きの1リットルボトルを使っています。1リットルを測ることができるので、液肥とかを希釈するときにすごい重宝してます。しかもこれボトル形状なのでシェイク振ればしっかり混ぜることもできます。ただこの株数に使うには1リットルではちょっと足りないので、2リットルくらいのおしゃれで使いやすいボトルがないかなっていうのを今一生懸命探しております。
で、水やりといえば気になるのは葉水や葉面散布ですよね。ハウルチアには基本的に不要と言われていると思いますが、環境によっては全然ありだと僕は思っています。実際僕は水やりをした日以外はほぼ全ての株に毎日葉水してますし、日によっては葉面散布もしています。これアガベとかにも僕はやってます。葉水は主に空中湿度を上げる目的でほぼ毎日行っています。僕がハオルチアを育て始めるにあたって一番迷ったことが、栽培している方によって最適とされる環境が違うことと、場合によってはもう真逆みたいなことがある点ですね。葉水や葉面散布も同じで、人によって回答が全然違うと思います。みんな住んでる環境や株の調子も違いますし、同じ家の中でも管理場所によっては乾き具合なども全然違うので、それは違って当然と思っています。で、僕はどうして葉水をほぼ毎日しているかですが、我が家は空中湿度がすごい低いからです。冬場はもう 40% を余裕で切ってますね。でも高齢は 60% 以上が必要と言われているからそうしているのではなく、葉水をした方が明らかに株の調子が良くなったからです。このあたりもまた動画にするつもりなので、面白いなと思った方はチャンネル評価、高登録お願いします。言ってみたかったはい、あとは水やりの時間ですが、私は夜に行っています。だいたい19時くらいですね。で、理由は2つありまして、1つ目が、私が朝に弱いからです。朝から水やりをするための早起きがちょっとできないっすねすいません。はい。で、もう一つはちゃんともっともらしい理由なんですけど、ハオルチアがカム型光合成だからです。はい。今回はもう簡単にだけ説明しますけど、カム型光合成というのは乾燥地帯の植物が行うちょっと特殊な光合成方法になってます。通常の光合成とは逆で、カム型光合成は夜間に気孔を開くので、夜の水やりの方が効率よく水分を吸収できるとも言われています。ちょっと実際どうかはわからないんですけど、私の生活リズム的にもこちらの方が合っているのでそうしています。ということで、今回は私がどんな考え方で水やりをしているのかと、その時間帯に関してでした。このあたりは本当に環境によりけりなので正解はないと思っています。今ご自身の子たちが問題なく生育しているのであれば、それはきっとあなたの環境における一つの正解なんだと思います正解ないって言ったとこですけどねはい、水をあげすぎかもと心配していた方、電動噴霧器で容赦なくザバザバ水をあげているバラリアスもいますので、少しでもご安心いただければ幸いです。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。はい、今回もコメント紹介コーナーさせていただきますと、他にどんな植物を育てているのかといった質問ありましたので、一応ジュエルオーキッドとかも育ててまして、他にもルディシアのディスカラーなども育ててます。ジュエルオーキッドとっても綺麗なのでね、おすすめです。管理もそんなに難しくないかなと個人的には思ってます。はい、お一人目アムプランツさんですね。ハオルチアは水やりタイミング難しいなって思います。うちの環境だと水やりすぎるとすぐ徒長しちゃうんですよね。なので歯が水切れのサイン出してからあげるようにしてます。確かにちょっと不健康そうです。これすいません、ちょっと僕も完全に失念してたんですけど、今回室内か室外かっていうのでもまた全然変わってきますよねっていう話をこの後コメントでアムプランツさんともしてまして、いやそうなんですよね。これ室内においてはそうかなと僕はもう勝手に思ってたんですけど、やっぱ室外だとね違うし、結局やっぱりこの辺りも育ててる方によって考え方も全然異なってきますので、すいません、ちょっと否定的な喋り方内容になってたかもしれなくて、不快に思われた方大変申し訳ございませんでした。今後ちょっと言葉選びも慎重に行っていきたいと思います。はい、続きましてピッピさんですね。もともとはエケベリア、アガベなどを育てていましたが、去年の春からハオルチアの魅力に気づき集めています。水やりのことすごくわかりやすかったです。インスタされていることも前回の動画のメッセージで知りフォローさせていただきました。いろいろな種類のハオルチアを見せていただき楽しいです。欲しいハオルチアがどんどん増えてきて嬉しい悩みです。これね本当にね、ハオルチア沼深いですよね。もう僕も気づいたらもうどんどん増えていってて、でもやっぱりね綺麗
だし育ててて楽しいしで、もうどんどん沼にはまっております。で、フォローインスタも見てくださったみたいで、フォローもありがとうございます。インスタの方でもちょっとご案内はしてたんですけれども、こう言ってこのようにいろいろな種類のハオル茶を見れて楽しいといったお言葉は前回の動画でも他の方からも頂戴してまして、やっぱりいろんなハオル茶をお見せできればいいのかなってすごく個人的にも思いまして、ただ僕の持ち株だけだとどうしても数も全然ないんで、皆さんの綺麗なハオル茶も紹介させていただきたいなと思いまして、今インスタグラムの方で、協力画像を使っていいよという方は募集しておりますねえ、もう皆さんでハオル茶の沼にどんどん沈めていきましょうはい、ありがとうございました。